こんにちは、ヤギです。前回の動画では、ポチがトイではなくプードルだったという事実が発覚しましたが、私たちは変わらず元気に過ごしております。ポチのお迎えから1ヶ月が経とうとしています。家の中ではすっかりリラックスして野生を忘れたような姿を見せてくれるようになったのですが、一歩外に出ると生後4ヶ月の子犬にとって外の世界は少し刺激が強すぎたようです。今回はポチの社会科への道のりと私たちとの日常、覚えたコマンドなどをお届けします。この時期はまだトイレトレーニングの最中だったので、朝起きたらすぐにトイレに連れて行ってました。ケージから出すとすぐおしっこをするので、朝起きて着替えて準備をしてからポチに挨拶をします。この日はトラムが通るルートのお散歩です。ストラスブールはトラムが主流の街なので、少しずつ慣れてもらおうかと思います。トラムや工事中の重機の音がとにかく怖いみたいで、大きな音がするたびに立ち止まってました。一歩進んで固まり、一歩進んで固まり、社会科への道はなかなかハードモードです。トラムの線路も少し怖がっていましたが、歩いてくれました。まだお散歩に慣れていないので蛇行が多いですが、楽しそうに歩いててくれて嬉しかったです。帰る頃にはご覧の通り大はしゃぎです。テンションが上がると視界に入ったものを拾い食いするので、そこは気をつけています。そしてこの日はですね、ヒヤッとさせられることが起こりました。この日は動物病院で薬をもらってきました。ご飯に混ぜたらしっかり飲めました。さて、安全のために夜用の犬用ライトを買ってみたのですが、点灯させてみたらまさかのレインボーに光り輝いていました。仕事終わりの黒柳さんを迎えに行ったんですけど、ポチはまだまだ重機が怖いようです。そして重機から離れると、さっきまでの恐怖はどこに行ったのやらご乱心です。そうこうしているうちに黒柳さんが帰ってきました。まるで数年ぶりの再会かのような大はしゃぎぶりです。黒柳さんが帰ってきて安心しきって爆睡しております。この日は天気がいいので街に行こうと思います。小さな公園を経由してみたら、近所のワンコたちが集まっていて、ポチは大はしゃぎ。少しずつ犬の社会勉強ですね。同じ年ぐらいの子犬とも出会いました。この時はまだ犬見知りをせず、他の犬ともガツガツ接していました。さてさて、街に向かいます。車道の横を歩いていましたが、しっかり歩けていました。本当は大聖堂まで行く予定だったのですが、訓活と拾い食いがあまりにも多すぎてなかなか進めないので、次回行くことにしました。なので進路変更して川沿いを歩いてみます。街にはまだ道との出会いがたくさんありますが、日々乗り越えております。天気がいい日は川沿いに座ってピクニックをしている人たちや本を読んでいる方などがいて、なんだか京都の鴨川のようです。ポチも楽しそうにしていて嬉しかったです。ではでは帰ります。帰ってからはテレビを見て遊んで、いつも通り
へそ天してリラックスでした。この日はストラスブールにあるオランジュリー公園へ行きました。3月上旬だったのですが、ちょうどコウノトリの繁殖期でたくさんのカップルがいはりました。運が良ければコウノトリを間近で見ることができます。ポチはというと、このように大はしゃぎです。あ、ほら、すぐ拾い食い。草ならまだいいのですが、石は怖いので注意してます。ちょっとやばそうなもの食べたなと思ったら、おやつをあげて交換してもらってます。この時期はまだ寒かったので、暖かくなったらピクニックをしたいと思ってます。そしてまた油断すると拾い食いの繰り返しです。何でも口にしたくなるこの時期はなかなか大変でした。特にフランスはタバコのポイ捨てが多いので、注意深く見て散歩していました。さてさて、満喫したので帰ります。帰宅後、さすがにお疲れモードですが、遊びたいのと寝たいのが混ざっている様子です。この時期のポチはよく白目で寝ていました。この日はですね、選挙に行きました。天気が良かったので、ポチの散歩も兼ねて一緒に行ってきました。ここからは黒ヤギクッキングとともにフランスの投票方法についてちょっとお話ししますね。フランスの選挙って日本みたいに名前を書くのではなく、投票場所に置いてある候補者全員分の紙をすべて持って個室に入り、その中から1枚だけ選んで封筒に入れるスタイルなんです。紙の無駄じゃないって思ったのですが、これには理由があって、一番は投票の秘密を完璧に守るためなんです。日本のように自分で名前を書くと筆跡で誰が誰に投票したかバレるんじゃないかと疑う人がいるかもしれない。フランス人はそういうリスクを排除したいから、誰でも同じ印刷物を選ぶこの方法を伝統的に守ってるんです。効率よりも不正の余地をなくす徹底した公平性を優先しているのがフランス流なんですよね。ただ言いたいことはわかるのですが、フランスのエコへの高い意識とかけ離れすぎていて驚きポイントです。なんてことを話していたら出来上がりました。パイ生地にチキンやマッシュルームのホワイトソースを詰めたフランスの伝統料理です。さてさて、ポチはと言いますと、この日はさすがに汚れが溜まっていると思い、我が家の激狭シャワールームで初めてのシャンプーです。本人はですね、嫌がるというよりは怖いが勝ってましたね。無印で買ったターバンタオルが使いやすくて良かったです。シャワーの温度やその後のドライヤーなどスムーズにできるように狭いバスルームで2人がかりです。それもまたいい思い出になりそうです。ここからは生後4ヶ月でポチが覚えたコマンドを紹介していきます。まず初めて覚えたのはお手。これはフランス語で教えています。次におかわり。これがお手だよっておやつをあげながら、ポチの集中力も考慮して1日5分以内で3回ほどやってました。これは顔と言って、私がはめに行っていたらいつの間にか自分からはめてくれるようになりました。これはたまたま手を出したらタッチしてくれたので、そこから教えました。
足腰の負担にならない程度でコミュニケーションとしてやっています。そしてフランスでは足元につくを優先的に教えるのだそうです。というのもフランスでは犬と入れるカフェ、レストラン、公共交通機関が非常に多いです。狭い店内で周囲に迷惑をかけず、飼い主のすぐ横に静かにとどまることは犬を連れて外出するための最低限のエチケットとなります。またドッグランというものがなく、公園や散歩はリードフリーだったりします。なので飼い主の声かけで戻ってくれるように、このコマンドは一般的とのこと。この AAO はこの映像が初回です。手を乗せてくれたら嬉しいなと思ってやってみたら乗せてくれました。私たちがあまりにも喜ぶので、その後もやってくれるようになりました。はい、そして最後がこちら、呼び出しボタンです。ポチが外でトイレをできるようになったのですが、今は私たちがそろそろトイレかなと様子を見て連れて行っているので、自分で意思表示ができるようにトレーニングしました。押したら褒めるから始まり、トイレの前に飼い主が押して外に出るを繰り返していたら、1週間半くらいで押してくれるようになりました。ただですね、押したら褒めてもらえると思ってしまい、ご覧の通り連打です。ここの修正はしていかないといけないので、現在トレーニング中です。このように思った以上にコマンドを覚えてくれました。もしかしてうちの子は天才なのではと、親バカの階段を順調に駆け上がっています。嬉しいな。賢い。一回でいいよ。こんな感じであっという間に日々が過ぎていくので、フォルダ一面があっという間にポチ一面です。線路上のハプニングから始まり、新しいコマンドの習得など、日々の細々とした変化が愛おしい3月前半でした。さて、今日は前回よりもナレーションは成長したでしょうか。ナレーションつけへんかったらいいやんとか、なんなら今の時代 AI 音声でやったらいいやんって思う方もいはるかと思います。ただ私は顔出しをしていないので、少しでもこういう人間がフランスでポチと一緒に過ごしてるんだなと、人間味の部分も出せたらいいなと思って頑張って喋っています。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。皆様の何かほっと一息つくお手伝いができたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。